この世界は見えない鎖で結ばれている。エネルギーには値段がつき、情報には管理者がいる。設計図も持たない一人の男がそのゲームを根本から終わらせようとした。彼はなぜ自分自身を封印しなければならなかったのか。仮想現実を歩く者たちが見ているもの、その真実を観測する。いやいやいや、感電するって。この人、なんで自分の体に雷流して平気なの？1893年のシカゴ万博、数百万ボルトの高周波電流を自分の体に通す人体通電のデモンストレーションだよ。狂気の沙汰じゃん。彼は電気の本当の動き方を完全に把握していたからね。デジソンみたいに手探りで実験したわけじゃない。最初から答えが見えてたの。ほら、本人がこう言ってる。私の脳は単なる受信機に過ぎない。宇宙には革新となる知識の源がある。天才が自分は受信機っていうの謙遜なの？本気？本気だったんだと思う。というか、それが彼の確信だった。受信機が確信？うん。でも順番があるから、ちょっとここから見て。テスラは設計図を書かなかった。頭の中で機械を完全に組み立てる。素材の質感も、動くスピードも、どこが熱を持つかも、どこが摩耗するかも、全部リアルに。で、数週間そのままにしておく。頭の中で動かして放置する？そう。で、問題が出た箇所だけ修正して、それから実際に作る。出来上がったものは、脳内のものとほぼ一致してた。ゴールの駒を頭の中で照射してたってこと？そう。エジソンは 99% の努力って言って、実際にやってみることに全力を注いだ。テスラは逆で、実物を作る前に、すでに完成品を知ってた。なんで完成品が最初からわかるの？設計図も音楽も科学の発見も、誰かが考えたから生まれたんじゃなくて、もともと情報として存在していて、それを受け取ってる。そういう考え方。ちょっと待って、それってフィルムの保管庫に似てない？タフティメソッドだと保管庫から好きなフィルムを選ぶけど、テスラは Wi-Fi みたいな感じで勝手に受け取ってた？その例え、なかなかいいよ。アクセスの仕方が違うだけで、同じ場所につながってた。じゃあ、その Wi-Fi ってなんで動いてるの？テスラは言ってる。369の秘密を知れば、宇宙の鍵を手にしたことになる。なんか聞いたことある。1から8のループが物質の動きなら、369だけが別の奇跡を描く。プレイヤーには見えない背景で動いてる管理スクリプト。それって仮想現実の管理スクリプト？テスラ、運営側のコードを勝手に読んじゃってたの？そう思ってたんじゃないかな。だからテスラは自分を受信機って言ってた。降ってきたんじゃなくて、接続できてた。だから自分自身を封印しなければならなかったのかもね。じゃあタフティって運営へのアクセス権を得るメソッドってこと？観測室へようこそ。私、封印されんかな？まだ早い。えへへ。テスラって結局何が一番すごかったの？地球全体にただでエネルギーを届けようとしてた。は？地球そのものを胴体にして無線で電力を世界中に送る。電線もいらない、メーターもいらない、契約もいらない。世界システムって名前で計画してた。もし実現してたらエネルギーが無制限にただで使えた。そりゃ潰されるわ。そうなんだよね。資金を出してた JP モルガンがこう言って打ち切った。メーターをどこにつければいいんだ？メーター？収益化できない仕組みには投資できない。ただそれだけ。テスラはどう思ったんだろう。記録を見るとモルガンを恨んだ様子がない。彼の視線は世界システムの完成だけに向いてたから、
それを妨げるものは通過点に見えてたんじゃないかな。それってすごく難しくない？普通恨むよ。そうだね。魂の声には従ってた。でも理性は仕事してなかったのかもね。理性の役目ってね、目的を探すことじゃなくて、魂が見つけたものに気づいて現実に着地させること。テスラは魂の声は聞こえてたけど、着地させる理性がなかった？そうとも言える。だから彼の人生は孤独で貧乏で、晩年はボロボロだった。完璧な話じゃない。でも一つだけ面白い視点があって。何？テスラが受信して作ったもの、交流電流、無線通信の基礎、モーター、全部今も私たちの生活の中で動いてる。彼の情報は消えなかった。届いたね。テスラってどうやって接続してたの？記録によると、極度に疲れてる時や落雷を観察してる時、目の前に光が見えて、そこからアイデアが降ってくる体験を何度もしてた。それって普通じゃない状態でしょ。そう、理性がちょっと力を抜く瞬間。理性ってすごくおしゃべりなの。言葉、論理、分析、計画、ずっとぐるぐるしてる。その間、もっと繊細な声は聞こえない。それ筋トレ動画で言ってたやつじゃん。そうそう、60日目。テスラも同じことやってたんだ。直感とか予感とか、言葉にならない、なんかわかる感じ。魂が情報の場所に直接アクセスしてる状態。理性が静かになった瞬間、眠る直前とか、ぼーっとしてる時とか、突然アイデアが浮かぶ経験ない？ある。シャワー中とか散歩中とか。テスラの先行はその極端バージョンかもしれない。でもこれって天才科学者だけの話でしょ。私たちに関係ある？あ、桑田佳祐みたいな感じ？メロディーが先に来るやつ。桑田佳祐も天才だけどね。あ、そっか。でも受け取ってから形にするっていう順番は同じで、天才かどうかより開けてるかどうかの話。じゃあ私にも関係ある？そういうこと。テスラが受信できてたのは受け取る体制があったからでもある。ぎゅっと握りしめてる状態には何も入ってこない。じゃあテスラだけが特別だったわけじゃなくて、みんな受信機を持ってるってことか。持ってる。なるほど。なんか分かってきた。感度っていうか、それ周波数でしょう。周波数を合わせれば受信できるんじゃない？そういうこと。私の Wi-Fi、周波数が違うから干渉が多いのか。電子レンジと干渉するやつ。そう。2.4GHz。ねえ、テスラってあれだけの発明家なのに、なんで貧乏だったの？最後はどうなったの？ニューヨークの小さなホテルの一室で一人で亡くなった。財産はほぼなかった。なんで？あれだけ受信できてたのに。交流電流の特許、ウェスティングハウスに売ったんだけど、その会社が資金難になった時、自分からロイヤリティを放棄した。あなたが倒れたら交流電流の普及が止まるって。大義のために億万長者になる機会を手放した？自分を低く見積もりすぎじゃない？だからテスラは自分自身を封印するしかなかったんだ。そういうこと。宇宙からは受信できてたのに、自分への愛だけは受け取らなかった。イーロン・マスクが自分の会社にテスラって名前つけたのは、テスラができなかった受け取るをやり遂げたかったのかも。だから最初の一歩は自分を愛するところから。魂の声はもちろん理性の声も聞かないと、この現実で自分を大事にするって難しいんだよね。そうそう、魂と理性を一致させる瞑想、来週配信するからやってみてね。テスラに足りなかったやつじゃんそれ。やってみる。あ、ねえ、テスラが飼ってた鳩って18羽だったんだって。1+8で9。偶然だと思うけど。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、通知設定もよろしくね。コメントやハイプもとっても励みになってます。リクエストやご意見ご感想、
体験談などはご意見箱へ。シェアしてくれるととっても嬉しいです。概要欄にリンク貼ってあります。よかったらノートも見に来てね。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。